で、なんか見てたらだんだん集まってでっかくなっていくんですよね。で、だんだん血管の方に流れていくんですよ。そこで嗅覚がないことが分かりました。ジャンチは東雲初里です。皆さんは鼻詰まってますか？初里は子供の頃に副鼻腔炎で鼻垂れキッズだったんですけど、大人になって治りました。でも鼻炎とか花粉症が治ってないんですよね。アレルギーは治そうと思って治るもんではないですからね。ただ困るのが、寝てる時に鼻が詰まってしまうんですよね。鼻の穴っていうのは3時間から4時間ごとに交互に詰まって、両方の穴をまんべんなく使って呼吸するようにできてるそうです。初里の場合は右の鼻の穴が詰まりやすいので、左が詰まったら右も左も両方詰まることになっちゃいますよね。それで口呼吸になると風邪をひきやすくなったり、口が乾いて虫歯になりやすくなるので大変です。これをね、鼻の穴を広げる手術をしたら治せるかもしれないらしいんですよ。これってもう人体改造ですよね。人体改造、ロマンがありますよね。DIY はこれはさすがに無理ですけど、手術を受けてみることにしました。やってみた結果なんですけど、呼吸のしやすさですよね。今まで内服液のストローで呼吸してたのが、タピオカストローで呼吸してるかのような圧倒的広さ。思いっきり空気吸ってくださいって言われた時に、口じゃないとダメだったのが、鼻で十分吸えるようになったんですよ。あとは寝る時ですよね。日によって鼻が詰まったり、ちょっと通ったりする顔の向きが違うんですよね。うつ伏せが一番通りやすいので、うつ伏せに寝ることが多かったんですけど、仰向けにもね、なんとか寝られるようになりました。あとは酸欠状態だと、脳の働きとか睡眠の質が下がるらしいんですよね。この辺に関してはまだ実感がないんですけど、多分前より賢くなってると思います。めちゃくちゃやってよかったなって思ったんですけど、入院がね、結構大変でした。大学病院に通う、入院する、全身麻酔で手術っていうのがね、初めてだと思ったよりしんどいんですよね。どんなことがあったのか、レポートしていこうと思います。まず、初里の鼻がどういう状態で、どういう手術が必要だったんでしょうか。通っている耳鼻科が紹介してくれた大学病院で手術の説明を受けました。鼻がね、曲がってたんですよ。鼻が曲がってるって言っても、外から見たら普通なんですよ。鼻のね、中身が曲がってるらしいんです。鼻があって、2つの鼻って分かれてますよね。間のことを鼻中隔って言うんですけど、鼻中隔が右に曲がっちゃってるんですよね。で、右の鼻の穴が押しつぶされてしまっているらしいです。これを鼻中隔湾曲症って言うんですけどね、人間の9割は少なからず鼻中隔湾曲症みたいなんですよ。だからね、猫人間も9割は鼻中隔湾曲症だと思いますよ。俳優の福山雅治さんも鼻中隔湾曲症って言ってて、一緒やって喜んだんですけど、9割やから鼻中隔湾曲症じゃない芸能人の方が少ないやないかーいっていうことでね、この動画を見ているあなたも多分鼻中隔湾曲症です。全然困ってなければ手術する必要はないんですけどね。今回の手術では曲がっている鼻中隔を切ってまっすぐにしてもらいます。あとはもう一つの手術があります。鼻の穴は前から見るとちょっと、わかりにくいですけど、こんな風に複雑な形をしているみたいです。すごいたくさんひだがあって、ラジエーターみたいに鼻を通った空気がたくさん当たるようにできています。鼻の中を通った空気を温める役目をしてるらしいです。でも特にこの緑の部分、カビ口蓋って部分が炎症で肥大化しやすいらしくって、鼻が詰まってしまうんですよね。今回はこのカビ口蓋にメスを入れて体積を減らす手術も同時にやるみたいです。お医者さんが説明をした後に、初里さん、あなたは運がいいですね。本当は3ヶ月待ちの手術なんですけど、ちょうどさっき
5月25日の手術がキャンセルになったので、今ならここ空いてますよって言ってくるんですよ、医者が。これがなんかの売り買いやったら露骨な営業トークですよね。でも面白いので、5月25日に手術することにしました。入院前には血液検査、HIV 検査、歯科検診を受けて体調管理シートを書きました。週2ぐらいで大学病院に通うんですけど、完全予約制なのに毎回3時間ぐらい待つんですよね。大学病院に通院するのは初めてなんですけど、やっぱ大変ですよね。でもやっぱり設備はすごくって、診察代がカードで自動引き落としされるのがちょっと感動しました。今回の手術は全身麻酔をするので、喉に管を入れて酸素を送り込むんですよね。なので、グラグラした歯とか虫歯を取ってくるように言われます。今回は鼻と歯の奥がつながってるので、親知らずが鼻腔に炎症を起こす場合があるらしくって、待っていた親知らずとかも抜きました。手術とは関係ないとこが炎症する可能性があるので、今全然悪くないのに治すところがあるっていうのやばくないですか？これは盲点でした。6泊7日で入院した1日目、電車で病院まで行って、近くのラーメン屋さんで最後の晩餐みたいな感じでラーメンを食べました。美味しかった。病院食美味しくないかもしれないですからね。初りの入院した大学病院は午前9時と12時の2回が入院受付です。11時50分に受付表を取ると、周りは入院しに来た人だらけで、立って待つことになりました。初めからハードです。30分経つとコロナの検査が始まりました。1時間経って入院説明。2時間後に病棟に行ったら、薬剤師さんからのヒアリングが始まりました。病棟についても荷物を下ろすことができません。2時間半後にやっと病室で荷物を下ろしてフロア説明を受けました。今回ね、病室にトイレがあるのを初めて見ました。すごいですよね。窓際なのも当たりでした。駅前なので外見るのが楽しいですね。コロナ対策でずっと病室の扉が開いてるので、通路側じゃないのがすごく良かったです。見てください。パラマウントベッドですよ。リクライニングします。これ夢ですよね。この日は椅子型に起こしてずっとパソコンをしていました。じゃーん。肝心の晩ご飯です。見てください。天丼ですよ。美味しそう。ちょっと美味しすぎてね、笑っちゃいましたね。もうずっと入れるぐらい美味しかったです。あとは着替えとかもね、ほとんどの生活必需品は病室代に含まれてて用意されてるので、必要なのはマスクとパンツぐらいでした。で、寝るんですけど、いやー、舐めてましたね。隣のベッドの人は独り言がすごくって、ずっと喋ってるんですよ。向かいの人は静かやったんですけど、寝始めると、今までの猫人生で聞いた最大のいびき、ボイスパーカッションの人って、口とか喉の大きさをフル活用して、大きい音響かせられるじゃないですか。もうそれです。50デシベルとか余裕で超えてて、50デシベルって室外機が耳元にあるぐらいのうるささらしいの。もう相当でしたね。でも思ったんです。これって、つまり、美兵の振る舞い、ビヘイビアですよね。初にも明日手術したら、両鼻ガーゼで塞がるわけですから、これ明日の初りの姿かもしれないわけですよね。もうそう考えるとなんか悪くないなっていう気持ちになりました。4人部屋なんでね、大部屋を舐めてましたけど、アイマスクと耳栓は絶対持っていった方がいいと思います。初りは、もうこの日は耳栓買えなかったので、タオルをかぶって気合で寝ました。入院2日目ですね。やばいです。パラマウントベッドでずっとスマホ見てるんですけど、肩がね、内巻きになっちゃったみたいで、首と肩がめちゃくちゃ痛いんですよ。首が痛いから頭も痛くなって、あと扁桃腺炎が再発して喉も痛いです。今日から点滴を入れてもらってます。今日は手術で1日飲食禁止なので、点滴を入れてもらいました。
栄養剤が点滴で入ってるとお腹が減らないって言うじゃないですか。なので看護師さんに点滴は栄養剤が入ってるんですかって聞きました。看護師さんはこれは栄養剤入りのやつじゃないですけど、ちょっとは入ってますよっておっしゃってました。でも調べたら栄養何も入ってないんですよ。この病院、ちょっと結構適当なんじゃないかなっていう気がしてきましたね。それで手術前の説明が一切なくって、主治医の先生も急に病室にフラッと来て体調だけ聞いたら帰っていきました。それでこれが手術着でした。で、点滴をしてるのでタオルで体拭いたり着替えができないんですよね。で、体拭くやつくださいって言っても看護師さんも忙しいので後で持ってきますって言ってくれるんですけど、結構抜けてて毎日担当の人が変わるんですけど、なんか喉が痛いとかも全員にちゃんと言っとかないと結構共有してもらえてないんですよ。看護師さんめちゃくちゃ忙しいし、患者さんもたくさんいるんで、これはしゃあない。把握してほしいなってことは自分で全員に言っといた方がいいなって思いました。で、手術の予定が15時だったんですけど、手術室が空いたら始まるっていうことで、16時50分からになって、で、20分前に看護師さんが来て、点滴を外してもらえることになりました。でも、体拭くタオルもらえるって聞いたんですけどって言ったら、めっちゃ焦り出して、急いで拭いて巻きで着替えてくださいって言われたんですけど、で、やっぱりね、事前にやっといた方がいいなっていうことは自己管理をして、やれそうなことはちょっと今してもらいたいですってお願いした方がいいですね。で、看護師さんも本当に忙しいので、なるべく空いてる時間っていうのを探して、そういう時に頼めると効率がいいかなって感じでした。で、手術室の前までね、歩いていったら、手術メンバーの方がすごい自己紹介をしてくれて、なんかこんなところでなんか挨拶とかするんや。それで手術室に行きます。で、手術台に自分で寝るんですけど、手術台がね、なんかよくわからんのですけど、よくわからんけど、めっちゃ細くて、めっちゃほっかほかなんですよ。超あったかくて、なんかね、岩盤浴みたいな感じでした。ほっかほかのとこに寝ると、心電図とかの測定器をつけられて、でね、酸素吸入器がゴムでめっちゃ臭いんですよ。送られてくる酸素も乾燥してて、めっちゃ咳出ました。ちょっと喉痛い状態でね、これするの辛かったですね。喉の体調は整えていくのがいいと思います。で、手術が始まったら、点滴を全身麻酔につなぎ替えられるんですけど、麻酔入ったら痛いですけど、すぐに眠くなります。でね、急にね、麻酔入ったら痛いっていうことを告げられました。手術中に新情報出てくるのを焦るんでやめてほしいです。でね、ハガレンで、血液に賢者の意志を入れられてるような感じで、こう、痛いのがビキビキってだんだん体を登ってくるんですよね。で、痛いなって思いながら、頭の中で20秒数えてたんですけど、20秒数える前に意識がなくなって、次に気づいたら病室のベッドでした。目覚めてもね、点滴に鎮痛剤が入ってるからか全然痛くなくって、で、確認したんですけど、相変わらず点滴には栄養剤は入ってなくって、手術前はね、5時前だったんでもうお腹ペコペコだったんですよ。で、起きたのが20時半だったので、もっともっとお腹空いてるかなって思ったんですけど、これ麻酔の影響なのか知らないですけど、お腹が全然空いてないんですよね。それは良かったですね。なんか面白い体験でしたね。で、発理はピンピンしてたんですけど、全身麻酔が合わない人はめちゃくちゃ吐き気がして吐きまくったりするみたいです。そこは相性良くて良かったなと思いました。で、2時間経ったらトイレのために立つ訓練をしてよくって、3時間経ったら酸素吸入器を外しても OK ですっていう説明を受けました。20時半やったんで、看護師さんとかは明日にしてほしそうやったんですけど、23時半にナースコールをして歩行をさせてもらいました。
酸素吸入器もね、なんか気持ち悪かったので、外してもらえるように23時半に鳴らしたんですけど、吸入器は朝まで指示が出てるのでダメって断られちゃいました。病室の酸素吸入器はゴム製じゃなくって手術室の酸素より臭くもなかったんですけど、やっぱり湿度がなくって喉がめちゃくちゃ気持ち悪くなるんですよね。しかもなんかよくわかんないんですけど、パンパンのポリ袋がついてて、寝返りとか打つとパリパリ音鳴るんですよね。これのせいでちょっとほとんど寝られなかったんですけど、まあ頑張ってつけて寝ました。こういう時は睡眠導入剤をもらう方がいいみたいですね。入院3日目ですね。なんか手術超うまかったっぽくて、全然痛くないんですよね。でも手術で周りが炎症しやすくなってるのかわかんないですけど、首と肩の筋肉がパンパンに腫れて痛かったです。扁桃腺もパンパンでした。でね、肩が内巻きになってるので、もうこの日はひたすら首と肩のストレッチをやって、スマホを極力見ないようにして過ごしました。で、寝てたら主治医の先生の診察ですって呼ばれて、ちょっと寝起きで油断してたら、痛いところがないかだけ聞かれて終わりました。手術の説明って本当入院する前一番最初に事前に説明をしてるので、後からは聞かれない限りは全然説明しないスタイルみたいですね。あとはね、点滴の丁寧さ。これ人によってかなり違うなと思いました。点滴のチューブに液が入ると小さい気泡がたくさんつくんですよね。丁寧な看護師さんは指で弾いて上の空気溜まりに空気を戻してくれるんですよね。気泡に気を使わない看護師さんの処置後には小さな気泡がチューブ内にたくさん残ってました。で、なんか見てたらだんだん集まってでっかくなっていくんですよね。よく血管に空気を入れて人を殺す演出があるじゃないですか。発理も看護師さんみたいに指で弾いて上の空気溜まりに逃がそうと思ったら、これ完全にチューブの幅いっぱいの空気になって合体して、そしたら上に上がっていかなくなるんですよね。で、だんだん血管の方に流れていくんですよ。徐々でキラヨシカゲの血管に空気が入って、だんだん胴体の方に登っていくぞ。焦るシーンあるじゃないですか。もうあんな感じですよね。なすすべなく気泡が発理の血管にシュポって流れていきました。水槽用のウォーターポンプってたくさん空気が入るとポンプのフィンが空気をまとっちゃって空転するから水が送られなくなってしまいますよね。なんか心臓でも同じことが起きるらしくって血が止まってしまうらしいんですけど、これが起こるには 10ml 以上の空気が必要らしいです。点滴のホースで言うとそれってメートル単位の量になるらしくって、なので大丈夫らしいんですよ。看護師さんはめちゃくちゃ働いてて忙しそうで、やることはちゃんとやってくれてるんですけど、初めての入院だと初心者すぎて知らないことが多くて、やっぱ不安になりますよね。で、明日から鼻うがいをしてもらうということで、鼻うがいのビデオ冊子を見せてもらいました。なんか見てると、この鼻クリーンという製品が快適に鼻うがいをするために作られた製品みたいで、お湯を入れて付属の粉末を入れると、なんか鼻に心地いい液体になって快適に鼻うがいできるみたいです。で、今回たまたま現金が2000円ぐらいしか財布に入ってなくって、飲み物が買える自販機が現金オンリーなんですよ。コロナ対策で院内が歩くの禁止なので、コンビニに買い物に行くこともできないんですよね。で、看護師さんが代わりにお使いをしてくれるシステムになってるんですけど、これもね、現金しか預けられない決まりになってるんですよ。現金ないんですけどって相談したら、家族にお金を持ってきてくださいって言われました。関東に頼れる家族がいないんですって言ったら、看護師さんが一緒にコンビニに行ってくれたので、スイカで鼻クリーン S を購入することができました。皆さんね、入院するときは現金と小銭持ってった方が良さそうですね。手術とか入院っていった環境が未知すぎて、
今回余裕のある状態で体験できて本当に良かったなって思いました。ただどうしようもない時はね、病院の人も融通を聞かせてくれるので、本当にありがたかったですね。入院4日目っていうことでね、折り返しです。朝に今日の点滴は何時からですかって確認したら、初利さん点滴昨日までやったんですね。針外しますねって言われました。じゃあ昨日外してよ思いました。でね、今日からシャワー解禁やったんで、シャワーに入りました。いや、人間らしさをね、取り戻せた気分です。アメニティセットがあって、シャンプーとリンスついてくるんですけど、髪の毛がね、ギシギシになっちゃったんで、そういうの気になる人はやっぱり自前で持ってった方がいいですね。で、やっとね、ほんと、シャワーにも入れて、落ち着いてきたので、仕事以外に YouTube を見たりし始めました。で、鼻うがいはね、最初、看護師さんが一緒にやってくれるっていうことで、完全に油断してました。でね、ビデオではお湯を使うって説明されてたんですけど、生理食塩水が用意されてて、で、看護師さんが言うんですよ。初利さん、ビデオ見たからできますよね。ビデオ見たんですけど、見たとき現物もなかったので、一緒に教えてほしいんですけど、でもビデオ見たんですよね。一旦聞きながらやってみることにしました。これ、お湯じゃなくって生理食塩水ですよね。生理食塩水を入れて、粉末を入れるんですよね。生理食塩水だから、粉末はいらないかもしれないです。でも、これ、入れた方が気持ちよくなるんですよね。そうですね。じゃあ入れますよ。初利の初鼻うがいは、海の味でした。しょっぱいし、まず鼻通らないし、耳からすごい塩水が出ました。賢明な皆さんは、もうお気づきかもしれませんけど、お湯って人間の体液と浸透圧が違いますよね。お湯に付属の粉を入れると、お湯の塩分濃度が 0.9% になって、体に染みなくなるんですよね。生理食塩水はもともと 0.9% なので、粉を入れると 1.8% になってしまいます。そりゃしょっぱいわけですよね。説明書を読んで練習するので、一旦勘弁してください。って言って講習を終わらせました。勉強をし直してから自分で鼻うがいを行うと無事成功しました。入院5日目。鼻うがいを続けていると、両方の鼻の穴から空気を出せるようになってきました。看護師さんが質問してきて、鼻に入ってるプレートって溶けるやつでしたっけって聞かれたんですけど、初理手術後に何も聞いてないから全然わかんないんですよね。いや、逆に説明してくれよっていう。で、最初聞いてた退院予定日って月曜日なんですけど、明日って退院できるんですかって聞いたら、明日先生が来られるので、明日わかりますね。ただまだ退院許可は出てません。とのことでした。入院期間短くって、先生が土日いないみたいなんで、仕方ないとはいえ、雑だなぁと思いました。入院6日目。一応最初聞いてた退院予定日です。ストレッチを続けてたので、筋肉痛がかなりマシになってきて、やっと調子が戻ってきました。で、主治医の先生が出勤してきたので、手術の話を聞きました。鼻中隔湾曲症の手術では、両方から鼻を切開して、鼻の両穴に溶けないプレートを入れて、糸で固定されているらしいです。あとは、両方の穴のカビ口界を切ったこと、手術が成功したことを聞きました。そして入院予定日は明日、次の日に退院できることになりました。7日目、ついに退院に成功しました。鼻うがいは1ヶ月ぐらい続けないといけないらしくって、お土産に2リットルの生理食塩水が処方されました。さすがに持って帰りたくないので、タクシーで家に帰って、お腹が空いたので、シャバへの復帰記念にね、焼肉を食べることにしました。病院食はね、毎食美味しかったんですけど、味付けがほぼだしオンリーで、
脂っこいもの食べられなかったので、久しぶりの焼肉はとっても美味しかったです。美味しいんですけど、なんか味が薄いんですよね。そこで嗅覚がないことが分かりました。まあでも大丈夫なんです。鼻中隔湾曲症の手術をすると、嗅覚が一時的に悪くなることは、お医者さんには一言も言われませんでしたけど、事前に調べて分かってたので、せっかくなので嗅覚のない状態を楽しむことにしました。美平のグルメということでね、まずはマトンインドカレーを食べました。普段なら香辛料の香りがふわーっとするわけですよね。今回は香辛料の香りが全くしないので、濃厚なマトンの旨味と北部インドカレーの油性の旨味、辛みを強く感じました。カレーといえば香りの印象が強いので、そういうものがなかった場合、今回は濃厚なソースを食べている感覚になりましたね。でも嗅覚がなくてもとっても美味しく食べられました。次はピーチフレーバーティーですね。嗅覚がないの忘れてて、ピーチフレーバーティーを飲んだんですけど、ピーチはやっぱ香りだけなので、本当に普通の甘い紅茶を飲んでる感覚でした。ただピーチフレーバーティーちょっと高価なんでね、少しもったいなかったですね。次はお寿司です。大好きなお寿司が美味しく食べられるのかも気になりますよね。回転寿司屋さんに行って、まずは貝出しラーメンを食べました。一口食べるとね、貝出しの旨味が爆発しました。でもね、これだけ貝の旨味が溢れてるんやったら、嗅覚あったらさぞかしいい匂いがしたんでしょうね。美味しかっただけにちょっと悔しさもありますよね。お寿司も美味しいんですけど、何の魚食べてるのか目つぶったら完全にわからなくなる気がしました。お寿司ってね、意外と香りが大事みたいですね。わさびもね、ツーンって全くならないんですよ。いくらでもわさび食べれるんですけど、ただわさび特有の辛み全く感じなくって、食べた感じがほんと大根おろしと違いがわからないんですよ。わさびの味って辛みも含めて大半は香り系なんだなってことが分かりました。あとはね、初りはマスタードとかチリソースがむせてしまう体質であんまり食べられないんですよね。わさびが辛さ感じなかったんで、からしを口に含んだらどうなるんだろうって思って、からしを口に含んでみたら、むせたりすることなく食べられました。味わからん時に食べられるようになってもしゃあないんですけどね。で、いよいよ抜歯をして、プレートを抜いたら、嗅覚がすぐ回復したんですよ。で、このプレートすごい大きくって、クレジットカードの半分以上ぐらいの大きさがありました。これが両方の鼻に入ってたら、そら嗅覚もなくなりますよねっていう。で、嗅覚が回復した後にからし食べてみたんですけど、なんとむせなくなっていました。手術の効果で食べられるようになったのか、ちょっと全く謎ですけど、食べれるようになりました。それで今回、手術にかかったお金が、医療費3割負担で18万円でした。高額医療費制度で国から10万円くらい返ってくるのと、入ってたかんぽ生命の医療保険で4万円ぐらい返ってくるみたいなので、実質負担額は4万円くらいでした。手術をしようかなって思った動機は、動画のネタになるかなって思ってやることにしたんですけど、やっぱ余裕のある時にね、入院と手術体験できてよかったですね。で、大部屋はね、メンバーガチャなんでね、ほんと、思ったより過酷やったから、次入院するんやったら個室入りたいですね。あとはね、手術の結果、本当に呼吸しやすくなったので、18万かかってても受ける価値はあったと思います。鼻の詰まってる人類はぜひチャレンジしてみてほしいですね。それでは今回いかがだったでしょうか。面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。